こんにちは。レイトです。いやー、ハンターハンター、ついに連載開始しますね。今日は6月28日の日曜なんで、明日、月曜のジャンプで買おうかなと思ってて。コアな人ならさ、保存用、読む用、ファイリング用で3冊買うみたいなんですよ。さすがに僕はそこまでじゃないんですが、普通にハンターハンター目当てでジャンプ買ったりはしますね。そのくらいはハンターハンター好きですね。時々このラジオでもハンターハンターの話したりしてますよね。確か今から1週間くらい前に YouTube のジャンプチャンネルからハンターハンターの PV が出て、多分ハンターハンター連載再開の合図として出したと思うんですけど、そのコメント欄に救済明けするだけで公式から PV を作ってもらえる男、富樫なんて書かれたりして、コメント欄見たらバーって2500件ぐらいコメント書かれてて若干ね、大喜利っぽい内容もあって面白かったんですよね。そうですね。いくつか抜粋しますね。面白いというただ一点。しかし漫画として最も重要な一点だけで、週刊少年ジャンプという魔境にいることを許されているありえない傑作。とか、ハンターハンターのナレーションっぽい言い回しで書かれてたりして、あとは、10年以上船にいるクラピカは、ルフィより海賊王の器すぎるっていうね。いや、このコメントに補足する感じで、ルフィって海賊のくせに30年弱の連載で、船のシーン1年分もないぞって書かれてて、ハンターハンターって結構いろんな物語があって今に至るんですけど、もうその最新の物語が暗黒大陸へ船乗って向かってる状態なんですよね。そんで船なんかでいろいろあって、で連載も何年も休止したりして、船の話が長くなっちゃったりしてるんですよね。だからちょっと船の話でいじられたりっていうか、そんな状態、そんな感じですね。例えば、この船に乗ってる期間だけで鬼滅とヒロアカが始まって終わってるのがえぐいとか、それに対してのコメントで、道草を楽しめ、大いになっていうコメントあって、この道草を楽しめ、大いになってのは、ハンターハンターの中で出てくる名言なんですよ。非常にいい名言なんですけど、そう、僕個人的に好きなセリフは、俺でなきゃ見逃しちゃうねっていうやつなんですけど、やっぱりね、最近さ、AI で漫画のキャラをうまく 3D 化してるじゃないですか。非公式で。もちろん、ハンターハンターもされてて、それで、この恐ろしく速い人、俺でなきゃ見逃しちゃうねっていう人がいるんですけど、その人もうまく再現されてて、外見はめっちゃ外人なんですよ。で、ベレー帽をかぶった軍人みたいな格好してて。で、監視カメラみたいなモニター見ながら、人を繰り広げる人が映ってるんですよ。ただ、周りから見たら、一瞬過ぎて、ただ、目の前にいた人がいきなり気絶したような。でも実際は、その人が手刀で気絶させてるんだけど、そんなシーンがあるんですよね。それを、この人は見つけたんですよ。普通は見つけられない。けどこの人はプロなんで、目がいいんで見つけれちゃうんですよね。で、さっき外人っぽいって言ったじゃないですか。で、その人が 3D 化されてて、その時の言葉が面白くて、恐ろしく速いシトゥー、俺でなきゃ見逃しちゃうねんって言ってて。言いそうだけどさ、日本語話す外人さん言いそうだけどさ、なんすかね、このネイティブなまりっていうんですかね。そこがなんか良かったっす。もう彼はね、ハンターハンターに出てくることは一身上の都合でなさそうなんですけど、
結構好きなキャラでした。まあほんとね、明日、いや、楽しみですね。ハンターハンター。思ったんですけど、〇〇からしか摂取できない栄養があるっていう言葉あるじゃないですか。ネットスラングっていうか、この言葉結構気に入ってて、これってもちろん摂取する側の話ではあるんですけど、作り手側も与える側にとっても大切なことだと思うんですよね。何かを作るときとか表現するときにそれが長く愛されるのって唯一無二の栄養素がそこにあるからだと思うんですよ。これ逆にあれだな。いや、逆っていうか、極論、もう人もそうっすよね、多分。その人と長くいたいとか思ったら、多分その人からしか得られない栄養素があったりするかもしれないですね。なんか作ったりするときとか表現するときに、それが長く愛されるのって、唯一無二の栄養素がそこにあるからだと思うんですよ。何年経っても、いや何十年経っても、他にはないっていうか、ハンターハンターも、ハンターハンターにしかない、唯一無二の栄養素があるから、連載再開するたびにいじられたりはするんですけど、めちゃくちゃ愛されてる作品だと思うんですよね。集英社にも愛されてるんじゃないかな。最近、この〇〇からしか摂取できない栄養があるっていう言葉にハマってて、前々からある言葉だとは思うんですけど、特に最近、改めていいなと思ってて、マイブームっていうんかな。日常生活では使わないんですけど、誰かに言ったりもしないんだけど、概念として心の中でこれでしか摂取できない栄養素があるってなってて、フォースと共にみたいな。ちょっと違うか。心の中で〇〇からしか摂取できない栄養素があるっていうのは、あれですね、サウナでいうところの整うみたいな、そういう感覚に近いかな。よく考えたら自分の選んでるものとかそうだなと思って、ここでしか得られないものって感覚すごい気に入ってて、よく考えたら自分の選んでるものってそうだなと思ってて、ハンターハンターとかね、その典型だけど、ハンターハンターに限った話じゃなくて、他の作品、漫画とかも、映画とかも、アニメもそうですね、ドラマも。もちろんっていうか、栄養の元祖だと思うんだけど、食べ物もそうですよ。最近食べたモッチョリもそうだし、モッチョリ感ね。それにしかない、そこにしかないものっていうか、特有のなんかね、いや、その言葉通り栄養素で言うなら、魚でしか得られない栄養素もありますよね。DHA 的な。なんだっけな、世界で一番 IQ 高い国って、確か、日本じゃなかったっけな。なんかで見た気がするんだよな。それには食べ物も関係してるみたいで、諸説あるんだけど、魚介類の影響があるみたいなんですよ。幼少期から比較的食べてるじゃないですか。ほら、魚を食べたら頭良くなるって聞いたことないですか。あれ本当らしいんですよ、科学的に。EPA だっけ、なんだっけ、そういう栄養素を摂取することが土台となっている国なんて IQ の平均値が高いみたいなんですよ。魚介類以外にも他の要素はいくつかあるみたいなんだけどさ、日本の文化とか自然環境とか、だから日本に近い風土の国々は比較的 IQ が高いみたいなんですよ。IQ が高いイコール頭がいいって考えはチートばかし安易だとは思うんですけどね。なんだっけな、何の話してたっけ。栄養素の話ですね。これさ、一見すると栄養素を摂取するって話だから、何かを得ようとしてるじゃん。何かを得た時の満足感っていうか、もう少しさ、広く考えたら、何かをした時も摂取してると思ってて、呼吸みたいな。吸えば吐くじゃないですか。吐けば空気を得られるじゃないですか。
インプットとアウトプットはセットみたいな。歩いたら脂肪燃焼される。わーいみたいな。動くことでしか得られない。嬉しい感覚を摂取。みたいなさ。僕が今こうしてラジオで喋ってるのもそうだと思うんですよ。僕は喋りながら何かを得てるんですよ。普段こういう風に一人で長い尺を喋ることはないし、この尺って言葉も多分ここでしか使わない言葉ですね。今ラジオで喋ってるから尺って言葉を使ってるんだと思うんですよ。このなんだ、〇〇からしか摂取できない栄養があるってのも多分ここでしか話さないことだし、ラジオがあるから話してるんですよね。ラジオというきっかけがあるから、このチャンネルという場があるから喋ってる。こうしてラジオで話すことでこういう話題を消化させてるんですよ。燃焼させてるんですよ。普段の日常では得られない体験を僕は今してるんですよね。このラジオで。これって十分ここにしかない栄養を摂取してることだと思うんですよ。だから何かをする側も何かを得る側も何かしら摂取はしてると思うんですよね。幼少の頃から今にかけて何を摂取してきたのかってのは影響大きいと思うんですよ。人生において。マジで考えても仕方ないんですけど、マジで後悔することいっぱいありますし、あの時もっとああしときゃよかったなとか、あの時もっとこうしときゃよかったなとか、後悔まみれの人生ですわ。もはや考えても仕方ないんですけどね。道草を大いに楽しみましょう。そういや、余談なんですけど、今日は何の日か調べたんですよ。6月28日。そしたら、パフェの日らしいんですよね。こういう話って、普通ラジオの冒頭とかでやるのがセオリーなんでしょうけどね。でですよ。調べたら、巨人の藤本秀夫投手が日本プロ野球史上初の完全試合を達成した日。だから、パフェの日らしいんですよ。ですよね。ならさ、完全試合の日でいいじゃん。なのにパフェの日って、ハテナですよ。なんでパフェ？どっから出てきた？なんでパフェって感じですよね。そしたらさ、完全試合、パーフェクトゲーム。このパーフェクトがパフェにつながってるらしくて、パフェの由来が完全なデザートらしいんですよ。パーフェクトデザート。ほら、いろいろカスタムできるじゃん。トッピングもできるし、好き放題。だからパフェらしいんですけど、確かフランス語由来だったかな。いや、にしても、なんかこれちょっと無理やりすぎませんか？誰無理やりパフェの日にしたの？別の日にしたらいいじゃん。パフェの日をさ。ダメなの？いいや。話はドア玉に戻るんですが、いや、ほんとハンターハンター楽しみですね、明日。富樫先生、ご自愛くださいませ。我々は常にハンターハンターと共にあります。フォースと共に見たく。そんな感じかな。ハンターハンターと共にあらんことを。それでは、おやすみなさい。